昔より江戸が好きお江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口もつみです。ノー酒ノーライフということで、本日も江戸の晩酌を再現したいと思います。魚はフグと里芋です。まずフグですが、美味しいですよね。フグでも毒がありますよね。毒を取り除く調理法が確立していなかった江戸時代には、食中毒で亡くなることも多々ありまして、武士の間では食べることが原則禁止されていました。特に禁令を出して厳しく取り締まっていたのが尾張藩と上州藩です。今長州山口県のフグってとっても有名ですが、当時はフグを食べて死者を出した武家は断絶というくらい、ものすごく厳しくフグ食を取り締まっていたんです。ちなみにフグ食が解禁になったのも長州がきっかけ。明治20年の暮れ、長州出身で当時初代内閣総理大臣だった伊藤博文が山口県下関市の春帆楼という割烹旅館に宿泊した時に、しけで全く魚が取れなかったので、お上が罰を承知で福、地元ではフグのこと福って言いますけれども、福を出したところ、めちゃくちゃ美味しいじゃんということになりまして、伊藤博文がフグ食解禁を働きかけて、大っぴらにフグが食べられるようになっていったということでね、フグといえば下関というイメージも定着しておりますが、こういうエピソードもあって、フグを食べるようになったのは明治以降だろうというイメージが強いかもしれませんが、実は江戸時代から庶民の間ではフグがかなり食べられていたんです。こちらはこたつで一杯というね、くつろぎのひとときのようなんですが、魚はやっぱりフグなんですね。もちろん毒がありますので、松尾芭蕉もあらなんともなや昨日は過ぎて福と汁、昨日フグを食べたから死ぬかもしれないとビクビクしながら眠ったのに、何でもなかった、よかったという句を読んでおりますし、飲み仲間一人死んだで酔いが覚めなんていう川柳も、フグは当たると死ぬということで鉄砲とも呼ばれておりました。フグのお刺身のことを鉄刺と言いますが、これは鉄砲の刺身の略なんですね。命がけでも食べたいフグ料理ということでね、居酒屋でもいろいろなフグメニューが出されておりました。今回はその中からフグのすっぽん煮を再現したいと思います。フグのすっぽん煮ってフグなのすっぽんなのっていう感じですけれども、すっぽんっぽく調理したフグの煮込み料理のことなんです。すっぽんを調理するときって生臭さを取るために煮込むときに日本酒と生姜汁を使いますよね。この方法で作る料理のことをすっぽん煮というふうに言うんですね。食材はフグとネギと生姜のみ、あとは調味料です。昆布で出汁を取った出汁汁に酒を混ぜた煮汁を弱火で沸騰直前まで加熱して、昆布を取り出しまして、みりん醤油で味を整えて、フグとネギを投入してお好みの味にして煮込み、最後に生姜の絞り汁を加えれば完成です。めちゃくちゃ簡単なので、続いてもう一品作っちゃいます。里芋の江戸料理あるんですよね。当時は芋といえば里芋というくらいポピュラーな食材でした。こちらの屋台も芋、タコ、シモンということでね、芋とタコを串刺しにしたおやつをシモン80円で売っているファストフード店です。里芋は親芋から子芋が次々にできていく様子が子孫繁栄を連想させるとして縁起の良い食べ物とされておりましたし、何より安かったんですよ。里芋1升 1.5 キロで36文ですから、およそ720円くらいですから、居酒屋さんなんかではね、里芋を使ったメニューが定番だったんです。こちらに描かれているのも親父橋の芋酒屋というね、酒のあてに里芋の煮っころがしを出す有名店でございます。私が今回酒のあてに作るのは絹担ぎ。貴族の女性がね、外出するときに着物を頭
頭からかぶって顔を隠す絹担ぎという姿に似ているじゃないかということで、里芋を皮のまま茹でたり蒸したりして塩をつけて食べる料理のことを絹担ぎと言いますね。今でもお料理屋さんで出たりしますが、作り方超簡単です。まずは小さめの里芋を水洗いしてよく泥を落としまして、頭を切り落とします。あとは蒸すだけ30分もすれば竹串がスーッと入るようになりますので、そしたら完成です。そして本日のお酒は顕微酒、伊丹からの下り酒、現在本社があるのはね、東灘区というところですけれども、江戸で一番人気があったお酒の銘柄でございます。この剣とひし形を重ねた顕微酒のロゴマーク、いろんな浮世絵に描かれてるんですよね。例えばこちらは歌川広重が描いた日本橋雪晴れの図ですが、真ん中に顕微酒の酒樽が月原へ顕微酒えぐるように聞きなんて川柳もございまして、庶民人気が高かったのはもちろんなんですが、顕微酒ラバーな著名人もたくさんおりました。例えば大河ドラマ青天を衝けで渡辺一慶さんが演じておられた幕末の水戸藩の学者藤田東子が幽閉中に顕微酒を飲んで作った歌なんていうのも残っておりますし、幕末の試験校の一人山内陽道公も顕微酒じゃないと飲まないとおっしゃるほどの顕微酒愛で知られております。というわけで本日の晩酌メニュー完成です。フグのすっぽん煮にね、もみじおろし添えてみました。フグのパックの中にね入ってたんで、美味しいですよね。もみじおろし、大根おろしに一味唐辛子を混ぜた、フグといえばもみじおろし定番ですけれども、大根の辛み成分には解毒や殺菌作用があるので、食中毒予防になる薬味として江戸時代めちゃくちゃポピュラーでございました。大根役者っていう言葉ありますけれども、あれは大根が食中毒で当たらないから生まれた言葉なんですね。それから唐辛子にも殺菌効果があります。もちろんフグの毒を消してくれるわけではありませんが、当たるかもしれないという気持ちで、フグを食べていた当時の人たちにとってのベストパートナーと言えるかもしれませんよね。というわけでフグのすっぽんに私はね、ネギを白髪ネギ状態にして絡めて食べたんですけどね、フグの淡白な味に生姜汁ともみじおろしとネギが絶妙に絡んでね、いやー、これは日本酒のあてとしてちょうどいいなっていう感じでしたね。そして絹担ぎですが、私盛り付けの前に、この作業をするの忘れたんですけど、蒸し上がったら里芋の上半分くらいを包丁入れて切り取るんですね。で、あとは食べるときにこうやってむにゅっと押し出す。ねえ、見てください。わかります？このすごくね、粘り気があるんですよ。粘ってるこの粘り気がね、腸内環境を整えてお通じも良くしてくれるので、健康にめちゃくちゃいいんですって。こちらの子はですね、にょっぽんと自ら塩にダイブしてくれました。もうね、味が本当にギュッと詰まっててめちゃくちゃ美味しいですよ。何しろだって洗って蒸して塩につけて食べるだけですから、もう超絶簡単ですしね。それでいて日本酒によく合うって優秀すぎませんか？私も絹担ぎ大好きでございます。そしていよいよお酒、顕微酒いきましょう。憧れの銘柄顕微酒いただきます。香りはなんていうんだろうな、ちょっと発酵臭か、多分お醤油とかみりんまでいかないんだけれども、少しこう酸っぱいような匂いがしますね。いただきます。すごい、何段階にも分かれて襲ってくる。
最初はやっぱり甘さ、口当たりの甘さなんだけれども、やっぱりすっきりしてるなと思ってる間に、なんかもう最後の最後こう追いかけてきてですね、香りたちが。で、ちょっと待って、渋みもあるぜっていう感じで終わっていきますね。いや、すごい。何段階にも分けて美味しい。すいません、一人でずっと喋っちゃった。はい、ということでお酒が入って私の IQ も3になりましたので、本日はここまでにしたいと思います。お江戸いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。